皆さんはフランスのお菓子といえば何を思い浮かべますか？私はマカロンが作るのも食べるのも大好きです。作る工程に少しコツはいるものの、シンプルな材料でできていろんな味やデザインを楽しむことができるので、おうち時間で何かお菓子を作ってみようかなと考えている方は、ぜひやってみてください。もしうまくできなかった場合も、ハロウィン仕様にすれば可愛くなりますので、後でやり方も紹介しますね。それではまず準備から。アーモンドプードルと粉砂糖をふるいます。絞り袋をコップなどにセットします。マカロンのテンプレートをシリコンマットの下に敷きます。通常のクッキングシートでも大丈夫ですが、生地が少し広がりやすくなります。卵白にグラニュー糖を数回に分けて入れながら泡立てます。メレンゲはしっかりと立てます。目安はハンドミキサーに卵白がまとわりつき、少し重く感じるまで混ぜ続けます。するとメレンゲにツヤが出てきます。ある程度ツヤが出てきたら、お好きなフードジェルを入れます。ちなみに白いかぼちゃのものには何も入れていません。一度ミキサーを止め、持ち上げた時に少しねっとりするような感覚で、角がゆっくりお辞儀をする程度が理想のメレンゲです。先ほどふるったアーモンドプードルと粉砂糖を加えます。粉っぽさがなくなるまではさっくりと混ぜ合わせます。全体に混ざったら、ここからマカロナージュという工程に入ります。マカロナージュはいわばメレンゲの泡を潰しながら生地をツヤのある滑らかなものに仕上げる工程です。私はゴムベラで生地を少しずつ優しくボウルの側面に押しながらやります。ゆっくりと少しずつ随時生地の状態を確認しながら進めます。生地をヘラですくって持ち上げたときに、ゆっくりとだらだらとリボン状に落ちていく生地になると完成です。生地をゆっくり落としながら途切れることなく数字の8をかけるのが理想です。ただ、マカロナージュはやりすぎてしまうと失敗の原因になるので、ちょっと難しいポイントです。今回は少しかぼちゃのゴツゴツ感を出したかったので、気持ち控えめにマカロナージュしました。生地が完成したら袋に入れて絞る作業です。先は5ミリほどの直径になるように切ります。テンプレートに沿って絞ります。私はかぼちゃの表面がもこもこした感じに仕上げたかったので、一気に絞らずにこのように間隔を空けて絞り、5分ぐらい経ってから残りを絞りました。
このまま自然乾燥させます。目安は表面を触った時に指に生地がつかずにさらっとした状態になるまで。乾燥を待つ間に中にサンドイッチするチョコレートガナッシュを作ります。刻んだチョコレートに沸騰させた生クリームを加え、そのまま1分間置きます。ゆっくりと混ぜてチョコレートが溶けたら、小さく切ったバターを入れて混ぜて出来上がりです。マカロンコックが焼けたら冷めるまで待ちます。きちんと中まで火が通っていれば、きれいにシートから剥がせます。似たような形のマカロンコックをペアにしてガナッシュを絞ります。この作ったマカロンですが、実は完成は2日後になります。冷蔵庫で寝かせる工程が必要になります。そこから理想としては、食べる2時間前ぐらいに冷蔵庫から出して常温にしてから食べるとさらに美味しくなります。こちらをマカロンコックと言いますが、これは焼いて冷めると硬くなります。そこにクリームやチョコレートガナッシュをサンドすることによって、そのクリームの中の水分がこのマカロンコックに染み渡ってしっとりとした食感のお菓子に変わります。バタークリームやジャムのような水分の多いものをサンドイッチする場合は24時間ほどでしっとりするんですが、今回のようにチョコレートガナッシュをサンドイッチする場合は2日間置いた方が確実に美味しくなります。ぜひ作った直後と寝かせた後を食べ比べてみてください。今回作ったかぼちゃのテンプレートですが、これは私が作ったものです。ですので皆さんにもご利用いただけるように、この動画の概要欄にファイルを添付していますので、よろしければご自由にお使いください。ちなみに今回作ってみて、ヘタがあった方が良かったかなと思ったので、この後ヘタを書き足したものをファイルにしています。ご自由にお好きなようにお使いください。またこのかぼちゃの形のマカロンは万が一うまく満足のいく仕上がりにならなかったとしても、このようにハロウィン仕様にして顔を描いてあげるととっても可愛く仕上がります。中が生焼けでない限り食べることができますので、ぜひ捨ててしまわずにうまく利用してみてください。私はロイヤルアイシングを使ってかぼちゃのヘタやこのお化けの顔を描いたんですけれども、チョコペンやフードペンなどを使っても簡単にできると思います。実はこのマカロンはクリームを詰めた状態でも、このマカロンコックのままの状態でも冷凍保存することができます。目安は1ヶ月ぐらいは全く問題ないのですが、私はもういつもこのままタッパーなどに入れて冷凍保存して、食べたい時に食べたい分だけを冷蔵庫で解凍して食べています。実は今回もこの動画を撮ろうと思って作ってみると、いろいろうまくいかないこともあって、結局マカロンが100個、このマカロンコックにすると200個焼けましたので、今回作った分は私はしばらく冷凍保存して少しずつ食べようと思います。こちらの動画もご視聴くださりありがとうございました。